皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる最初の話題は、ロシアにおけるこの車の行列です。この行列の先はガソリンスタンド。ロシアにおいてガソリンの供給が間に合わなくなり、販売制限がかけられている地域が拡大しています。これまで取り上げた動画の中では、クリミア半島でこうした事態が発生していることをお伝えしましたが、それ以外の地域においても同様の事態が発生しています。ロシアの3番目の地域でガソリン不足が発生。ガソリンスタンドでクーポンを導入。クリミア半島とザバイカル地方に続き、沿海地方でもガソリンスタンドでのガソリン不足に直面しました。ウクライナ軍による石油精製所への一連の攻撃の結果、ロシア経済は石油生成能力の 13% を失いました。報道によると、燃料不足は8月初旬から始まり、最近になって深刻化しています。これまではクリミア半島におけるガソリン不足があったのですが、そこからは遠く離れた日本海に面するウラジオストクのガソリンスタンドでも同様にしてレギュラーとハイオクガソリンが姿を消しました。地元住民によると、ガソリンはクーポンで販売されているという。給油機には使用不可の看板が掲げられている。給油しているのは緊急車両と燃料カードを持った特定の団体の車両だけだ。人口密集地では優先的に供給されているため大丈夫だが、その他の場所では1時間半から2時間待ちの列ができることもあると、ある運転手は不満を漏らした。地元の報道によると、観光シーズンのピーク時にガソリン需要が急増したため、製油所の販売が間に合っていないという。さらに、ロシア鉄道網の輸送力低下も影響を及ぼしている。燃料を積んだ列車が長時間占領場に停車し、極東ウラジオストクへの到着が最大2週間遅れることもある。州政府は、夏場は燃料の枯渇が早く、また、高速道路の一部区間の補修工事のため、ガソリンスタンドへの給油が滞っていることが原因だとしている。先週、ガソリン販売にクーポンが導入されたクリミア半島の知事は、火曜日にこの問題を認め、製油所の生産量減少と関連付け、戦争終結まで地元住民に忍耐を求めた。8月初旬以降、少なくとも7つのロシア製油所がドローン攻撃を受け、そのうち4つの製油所は生産を完全に停止している。ガソリン不足を背景に、製油所の卸売価格は史上最高値に急騰し、小売価格にもそれが反映されている。年初からの上昇率は 40% から 50% に達している。製油所や貯蔵タンクなどに対する繰り返しの攻撃を行うことによって供給する量が間に合わなくなっています。それがガソリン価格の高騰を招き、その値段の急激な変化から人々の不安が煽られ、ガソリンスタンドに人々が殺到する事態になっているようです。ロシア軍に占領されている南部ザポリージャ州、ロシア軍が物資の補給をするのに鉄道を使っています。その鉄道は燃料を運ぶ車両もあり、今回はこれを攻撃しました。公開された映像がこちら。線路は前線からかなり離れていることもあり、これだけ鮮明な映像が残っているということは、おそらくは光ファイバードローンによる有線接続式のドローンとみられます。前線では通信妨害用の機器が非常に濃密に組まれていることもあり、こうした鮮明な映像を見ながら攻撃できるのは、現在のドローンの発達が非常に進んでいることを示しています。攻撃され炎上する様子がこちら。車両それ自体ももちろん大きなダメージを負っていますが、同時に線路においても大量の燃料が燃えることによって高熱に炙られて変形もしているでしょう。鉄道を使った物資の輸送は非常に効率的ですから、線路が使えなくなることそれ自体もまたロシアにとっては手痛いダメージとなります。そしてこちらの地図はヨーロッパ各地に張り巡らされたロシアからヨーロッパへと向かう石油パイプラインの配地図です。今回ウクライナ軍がこのうちドルズバのパイプラインを攻撃したというニュースが入っています。中継となるポンプ場に対する攻撃だったらしく、一時的に石油の輸送が止まったとのことです。主な買い手としてはハンガリーがあり、ハンガリーは EU に加盟している国の中でも親ロシア派の国として知られています。そのためハンガリーはロシアから石油輸入するのをウクライナが阻もうとして攻撃したのではないかと非難しています。ただ、このドルジバパイプラインに対する攻撃はそれほど大規模なものではなかったらしく、
早期に復旧したようです。ハンガリー側が速やかに復旧がなされたとしてこれを発表しています。一方、ロシアはロシアでウクライナに対する攻撃を連続的に行っています。日常的に行われているのが一般市民に対する攻撃です。しかし、そうした攻撃に混じってウクライナ南部のガス施設に対する攻撃が実施されました。南部オデーサ州のガス配給施設がロシア軍の攻撃を受けました。ロシア国防省はウクライナ軍への燃料供給に使われるとして港湾インフラへの攻撃を確認したとしています。こうした攻撃は冬の暖房シーズンを前にロシア軍はここ数週間ガスやエネルギーインフラへの攻撃を強めている。8月初旬にはルーマニアとのガス中継施設や複数の地域の燃料備蓄基地を攻撃した。ただし、今回攻撃されたのはアゼルバイジャン国営企業の施設。ウクライナはアゼルバイジャン政府にロシアの攻撃に対応するよう要請した。アゼルバイジャンといえばつい最近、アメリカの仲介もあってアルメニアとの和平交渉が成立したばかりです。最近アゼルバイジャンは民間旅客機がロシア軍によって撃墜されたのではないかという事件もあったばかりですし、ロシアに対する反感を強めています。今回、アゼルバイジャンの企業の施設が破壊されたことにより、国内においては旧ソ連系の兵器についてウクライナにこの際だから売却してはどうかという話が出ているようです。アゼルバイジャンはロシアから離れ兵器体系としてはトルコとの関係強化を図っており、ソ連系の兵器については少し持て余し気味になっています。そのため、ロシアとの関係悪化が続いていることから、ウクライナに対する支援を強化しようと考えている可能性が高まっています。また、逆に言えば、わざわざウクライナにあるアゼルバイジャンの国営企業の施設を狙ったのは、そうしたロシア離れを強めているアゼルバイジャンに対する牽制だったのではないかという指摘もあります。実際どうなのかはわかりませんが、ロシアとアゼルバイジャンとの間における関係はどんどんと冷え込んでいます。続いて、ロシア軍がウクライナの方々で攻撃を行いますが、その復旧には日本が支援して送っている重機が活躍しています。こちらの写真は日本が供与した油圧ショベルです。8月18日、ロシア軍はウクライナのハルキウの集合住宅に意図的な集中攻撃を仕掛けて、5機の自爆無人機が突入し、子供2名含む7人が死亡しました。負傷者は20名、被害者数は時間経過とともに増えました。民間集合住宅への攻撃は意図的なものだった。5機の大型ドローンシャヘドがそれぞれ異なる方向から接近し、朝5時に安らかに眠っていた人々を襲ったのだ。純粋なテロ、説明も正当化もできないテロとハルキウ市長が述べています。この被害現場の救助作業に日本の JICA 国際協力機構がウクライナに供与した重機の油圧ショベルが出動しています。こちらは小松の油圧ショベル。こちらの写真には日立建機の重機が載っています。日本が今行っているのは人道支援ですから、これらの重機は前線では使えません。例えば前線で塹壕を掘るといった役割を負うことはできず、今回の記事にもあるような人道支援にかなう目的でしか使えないこととなっています。戦いが続いていることを考えると、塹壕陣地を構築するのに役立つもっと小型の油圧ショベルなどにも日本は送ってはどうかという議論がなされています。さて、ロシアから現在でも大量の石油などを購入しているハンガリーなわけですが、このハンガリーが今国際情勢の中においてちょっと話題になっています。ロシアとウクライナの会談、候補地にハンガリー浮上、オルバン首相が米ロ首脳と個人的に近い関係。アメリカの大統領報道官は、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた両国の首脳会談の開催場所について多くの選択肢が議論されていると述べた。開催候補地にはハンガリーやスイスなどが浮上している。ロイター通信によると、トランプ大統領とハンガリーのオルバン首相は電話会談し、ハンガリーの首都ブダペストでの開催をめぐり意見を交わした。ベッセント財務長官はブダペスト開催について可能性はあると述べた。一方、フランスのマクロン大統領は中立国スイスのジュネーブを提案していると明らかにした。過去にロシアとウクライナの高官の直接交渉が開かれたトルコや米ロと関係が良好なサウジアラビア、カタールなど中東諸国も候補地として取り出されている。なお、開催場所についてはまだまだ調整中のようです。
プーチン大統領にしてみれば自分にとってなるべく居心地のいい場所で開催したいでしょう。そうした意味でハンガリーは親ロシア派の国であり、これまでもロシアにとって都合の良い動きをしてきました。EU によるウクライナ支援などにハンガリーは非常に粘り強く抵抗することで知られており、それだけにハンガリーで開催すればプーチン大統領も喜んでくるかもしれないとトランプ大統領は考えているのかもしれません。それだけにヨーロッパの首脳においてはハンガリーでするべきではないという声が上がり、記事にもあるようにスイスやトルコといった名前が挙がっているわけです。最後に戦況マップも見ておきましょう。全体の傾向としては特に大きな動きはありません。北部戦線においてはロシア軍の動きをウクライナ軍はよく抑え込んでいます。一方、東部戦線においては一進一退の攻防が各地で行われています。ここ最近ではちょっと目立った動きがあったのはポクロシク周辺における戦いで、町の北側において一時ロシア軍が大きく突出するといったことがありました。その後の展開としてはウクライナ軍が予備戦力を投入し、この進出したロシア軍を叩いています。戦争研究所の評価としてはこちら、水色の部分がロシア軍を押し返した部分です。ただ軍事ブロガーの中にはこの水色の部分大きく取り戻してはいるが、この内側にはほんのちょっと取り残されたロシア兵部隊も残っているとしています。人数的には大したものではありませんが、取り残されたこのロシア兵たちは塹壕陣地に立てこもって救援を待っているようです。しかし現在のところロシア軍の救援はちょっと期待できないでしょう。ポクロシクのこの北側での進出というのはあくまでもウクライナ軍の防備が薄かった部分についてうまく攻撃が成功したという事例であり、予備戦力が入ってくることによってこれ以上進めないとなればロシア軍の攻め手は別の場所へと向かうことでしょう。そのため取り残された部隊に残された選択肢は降伏するか、そのまま弾薬が尽きてとどめを刺されるかのどちらかです。アメリカで開催されたトランプ大統領とヨーロッパ首脳らによる会合が終わり、じゃあ次はロシア・ウクライナとの首脳会談だなという具合にして外交戦は続いています。ただしこの2カ国での首脳会談では何も決まらないことはある程度見えているので、ヨーロッパ諸国は別のことに今議論を集中させています。それはトランプ大統領がロシアの承諾を得たとしているウクライナに対する安全保障です。NATO 軍としてウクライナに対して安全の保障をさせてはならないとはしているものの、 NATO の五条方式のようなものであればウクライナに対して安全を保障しても良いとロシアが言ったとしています。トランプ大統領が完全に誤解している可能性も含めて、かなり怪しい話だなと私は思っています。しかし、トランプ大統領がそう言った以上、ヨーロッパはこれをうまく活用しようとしています。話をどんどんと進めていって、停戦監視団のような枠組みそのものをもう今のうちに整えてしまおうとしているのです。現在のところ具体的にどの国が兵士を出すかについてはまだ決定はしていません。ヨーロッパにおける報道では最大10カ国程度にとどまるのではないかとしています。具体的にはイギリス、ドイツ、フランス、この3カ国を中心としてポーランド、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、バルト三国、この辺りと、あとはオランダやどこかの国が入るかなぐらいの感じだと思われます。ちなみにアメリカに関してはヨーロッパ諸国が積極的に誘うことにより、地上部隊については出さないけれども航空支援だったらいいかもなという話をアメリカ側はしています。完全にもう知らないよという話ではなく、少しでも関わらせることができるのであれば、ヨーロッパとしてはそれで十分と考えている可能性があります。何しろトランプ大統領は、とにかくロシアに対して融和的な姿勢を示していますから、ほんのちょっとでもいいから携わらせることがかなりの難易度になってしまっています。それこそトランプ大統領はヨーロッパのことはヨーロッパで何とかしろという話を以前からしているので、そこから一歩でもヨーロッパ側に近づかせようとすることがやたらと苦労するような状態になっているわけです。明確な侵略者であるプーチン大統領との関係性というものは、非常に分かりやすく考えることができるわけですが、足を引っ張る味方、しかもそれが超大国アメリカというのはヨーロッパにとっては頭の痛い問題でしょう。ちなみにこのまま戦いを継続的に行えば、ロシア軍が東部戦線においてドネツク州を全て占領するのには3年から4年かかります。そのような分析をシンクタンクなどが行っているのですが、
これが現実にそのようなことになれば、トランプ大統領がこの任期を終えて次の大統領へとバトンタッチすることとなります。次のアメリカ大統領がどの党の誰になるかについては全くわからないわけですが、今よりは少しまともになるかもしれないと期待して、ヨーロッパは覚悟する必要があるかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。